あなたの親が高コレステロール血症なら、あなたも危ないのだ。いくら食事に気をつけても、体が勝手に作り続けるからなのだ。でも、野菜をいっぱい食べるのって意味がないってことですか？親の体質だから諦めるしかない？その話を解く鍵が、スタチンという薬と遺伝がどう体を支配しているかにあるのだ。今日、その全貌を明かすのだ。アルゼンチンの心臓エホルヘ、タルタリオーネがテレビで語った話なのだ。酵素を細くして叩き潰す。そうするとコレステロール工場の製造が減るのだ。と。酵素を細くして叩き潰す。って、まるで小さなお退治するみたいですね。それって、実は体のどこで起きてるんですか？肝臓なのだ。体の中で、あなたのコレステロール 70% が毎日作られているその場所なのだ。食べたものからは 30%、残り 70% は遺伝的な DNA 指令で、肝臓が独自に製造しているのだ。ちょっと待ってください。私、ずっと、サラダを食べたらコレステロール下がるって信じてたのに、70% は関係ないって、つまり、食事を頑張ってる人、ほぼ無駄だったってことですか？そこなのだ。タルタリオーネ医師も明確に言ったのだ。食事と運動は大切だけど、多くの人にとっては足りない。遺伝的に肝臓が製造し続けるからのだ。と、実は、菜食主義者でさえ、高コレステロール血症の人がいるのだ。ああ。だから、コレステロール管理って、実は遺伝子との戦いなんですね。個人の頑張りだけじゃ無理な話だったと。そして、スタチンの出番なのだ。この薬が何をするかというと、肝臓内のコレステロール合成酵素という工場装置を細くして破壊するのだ。結果、肝臓の製造工場が稼働を減らすのだ。そしてここが重要なのだ。スタチンは単に数字を下げるだけではなく、心筋梗塞、脳卒中、そしてアルツハイマー型認知症さえも予防する医学的証拠がもう揃っているのだ。認知症もずんだもん。それってスタチンを飲まないとコレステロールが高いままだと将来自分の名前さえ忘れちゃうリスクが上がるってことですか？その通りなのだ。だから実は医学の世界ではスタチンは人類が見つけた最も重要な薬の一つという評価さえあるのだ。心筋梗塞、脳卒中、認知症を同時に防ぐ薬は他にない。でも、ずんだもん。だったらなぜ、スタチンは危ない、筋肉を痛める、死ぬ薬だ、とが SNS で拡散してるんですか？そこが深刻なのだ。タルタリオーネ医師は警告したのだ。医学ニュースのおよそ 50% がフェイクニュース。医者だという人が SNS で、スタチンで死ぬ、足が痛くなる、と拡散している。と 50%、つまり半分。医学記事を読んでも、それ、本当？と疑わないといけないってことですか？医者が嘘つくなんて、何を信じたらいいんですか？だから医者は、何が本当の根拠か、を見抜く必要があるのだ。スタチンの副作用は、1% 以下で筋肉痛程度、というのが医学的事実なのだ。死ぬどころか、むしろ命を救っているのだ。そしてここからが日本とのつながりなのだ。アルゼンチンの国民の 40% が高コレステロール血症。日本はどうか。年齢別に見ると50代の男性は 60% を超えているのだ。あなたの知人の半数以上が対象者かもしれない。60% ってつまり50代の男性ならあなたの周りで3人に2人は高コレステロール血症ってことですね。そりゃあ大変だ。でも日本では食事療法で何とかなるって思ってる人多くないですか？その通りなのだ。日本の医療ではまず食事と運動からというアプローチが強い。でも欧米、特にアメリカの基準では数値が高ければ即スタチンというアプローチなのだ。つまり日本の患者さんは食事で頑張りますと言いながら実は遺伝的に負けている戦いをしてるってことですか？それで数年後に心筋梗塞になったら本来防げた事態だったのに。その通りなのだ。だから冒頭で遺伝子が決めるコレステロールと言ったのだ。親が高いならあなたも高い確率で高いのだ。それは人生の不公平ではなく医学の知識がないこと
が問題なのだ。整理するのだ。コレステロール 70% は遺伝的製造。スタチンは酵素を破壊して製造を減らす。副作用は 1% 以下。心筋梗塞、脳卒中、認知症予防に医学的証拠がある。だから命を救う薬なのだ。最後に一つ、定期検診でコレステロール値が要注意と出たら医者の指示を聞くのだ。食事で何とかなるという思い込みは、実は自分の脳と心臓への時限爆弾をそのままにしているようなものなのだ。医学デマと医学的事実を見分ける力、それが今この時代一番大事なリテラシーなんですね。 SNS でスタチンは危ないと見かけたら医学的根拠はと疑う癖をつけるってわけですか。そうなのだ。スタチンの場合、医学的根拠、大規模臨床試験、50年以上の実績が全て揃っているのだ。だからこそ医学の標準治療になっているのだ。明日は遺伝子検査ブームの落とし穴を扱うのだ。あなたの DNA が教えてくれる本当の病気リスクと不要な心配の見分け方なのだ。チャンネル登録で見逃さないでほしいのだ。海外ニュースを日本の生活で読み解くずんだもん海外ニュースなのだ。また明日なのだ。